作戦は追い込みでいきたいと思います。ぶちかます。賛同してくれてありがとうございます。ではそれ以外の指示を。なるほど、天才トレーナーと同じく相手に合わせるか。だがただの劣化コピーじゃな。ここで三の剣オリビエの羽ばたき。やー無事に凱旋しました。この栄光どうかお納めください。はあ、光栄です。ですがそこまで喜ぶようなことでは。ああ、あんなにはしゃいじゃってまだ子供ね。それにあの天才トレーナーでも勝っても契約には至らなかった。ならばあの子も。申し訳ありませんが、日を改めて時間をいただけませんか。少し話してみたいと思います、あなたと。あら、こんなこと今まで一度も。話すならやはりここですね。どうか楽にしてください。聖騎士といえば教会ですよね。自分らしくいられる場所にはこだわりたいので。残念ながらでも騎士です。心は騎士。憧れだったんです、小さい時から。ローラン、ご苦労であった。この度のそなたの働き、実に素晴らしかったぞ。お褒めに預かり光栄です。我が剣はただ王のために。ただ一人尊敬する王に剣を捧げ、そして尽くして生きる。いつか童話で見た騎士のようになりたい。そんなある日、私の姉がレースに出たんです。そして勝利。担当トレーナーは王のようにその働きをたたえていました。まさしく理想の主従。憧れはより強まりました。私もレースの世界で騎士のように生きてみたいと。もしかしたら子供じみた同型かもしれませんが、素晴らしい、やや大行では。この人勢いがすごい。でも口だけじゃない。この間のレースでもちゃんと勝たせてくれた。でも勝たせてくれたのは天才と言われたあの人も同じ。経験だけなら向こうの方がきっと上。なのにこの人のことがこんなにも気にかかるのはどうして。ただの勘違いなのかしら。それを確かめるには、かりそめの王よ、あなたに頼みがあります。私と一緒に挑んでいただけないでしょうか。さらなる手だれとのレースに。はい、強敵相手のレースで確かめたいのです。あなたが本当に剣を捧げるべき王であるのかどうか。では行きましょう、共に戦場へ。そして見定めましょう。私たちが互いにとって何者たりうるのかを。